はるかに小国のウクライナの攻撃を全く抑えられないロシア。被害はますます拡大し続けています。そうやって足元が燃えている状態であるにもかかわらず、プーチン大統領は中国を訪れました。しかし、以前の解説動画でも挙げましたが、天然ガスの販売強化を目指したプーチン大統領に対して、中国側の要求は従来の契約価格の5分の1を提示し、ペスコフ大統領報道官は、この価格では折り合わないとして、今回の話は棚上げになりました。私はそうした面を解説することによって、プーチン大統領の外交は今回は完全な失敗だと評価しています。ただし、この見方というのはある一面であり、全体の評価を全く異なる解説をする方もおられます。例えば、プーチン大統領が中国にやってきた、それに対して中国側の歓迎の式典といったものが簡素なものであったかといえばそういったわけではありません。アメリカのトランプ大統領の時と同様にして、軍楽隊や儀仗兵、そして赤い絨毯や習近平国家主席と直接会って握手する会談時間も用意するといった面などにおいては、特に軽く扱うといったわけではなく、トランプ大統領同様のもてなしをしたとされています。また、両国の協調関係といったものを今後も継続していく、両国の絆は強固なものであるというような声明なども出されていることから、プーチン大統領の訪中は大成功であったと評価する人もいます。ですから、この動画を見る人は、どちらの方を評価軸にするか自分で決めてください。表向き両国はとても仲がいいですよという声明を出したことを評価するのか、それとも実質的に軍資金を得るための天然ガス輸出の話について足元を見られた条件を突きつけられたプーチン大統領がすごすごと帰らざるを得なかった。この点について注目するか、あなたの評価軸が一つの出来事の裏と表を見定めることとなります。さて、ロシア国内においてまさにウクライナの反撃によって方々で火が上がっている状態ですが、今日もまたウクライナ軍の攻撃が実施されました。今回攻撃が実施されたのは、ロシアの石油大手ロスネフチが製油所を構えるサマラ州のチズラン製油所です。一つ一つの製油所に対する攻撃は決してロシアの国家そのものを揺さぶるわけではありません。問題なのは、こうした攻撃が1回で終わるわけではなく、様々なところに継続的に行われ続けているというこの継続性です。毎日のようにこうしたウクライナ軍の攻撃の話を聞くと、マンネリ化するといったこともあるでしょう。また今日もかといったような話として新鮮さを失ってしまうものです。しかし、国家対国家の戦争においては、こうした一つ一つの積み重なりといったものが結果として影響を与えていくものです。ロイター通信はこうした日々の積み重なっていくウクライナ軍の反撃、その被害といったものを集計しました。それによると、現在ロシアが失った生成能力は8300万トン。全生成能力の 25% が打撃を受けたとされています。これは先月発表された十数%というものから見ると、大幅な上昇を示しており、それだけ短期間にウクライナ側の攻撃がロシアに打撃を与え続けたことの証明です。影響を受けているガソリンの生産能力は 30% 減少、ディーゼル燃料についても 25% の損失を受けています。こうした状況が続くことによって地域的なガソリン不足といったものも発生します。例えば今回の攻撃ではありませんが、以前連続的な攻撃が行われたリャザンについての影響を見ておきましょう。ロシアは石油が取れる国で、この石油が取れる国の製油所、その町リャザンにおいてガソリン不足が発生しました。普段であればそれこそすぐに充填されるようなガソリンスタンドですが、周辺地域全体においてガソリン不足が発生したようです。これは本来であればどんどんと充填されていく施設であったとしても、リャザン製油所の操業が停止したことにより、配送にも明らかな悪影響が出たのでしょう。より遠いところから持ってこなければなりませんから、他の地域の負担といったものも重なることとなります。これはあくまでも一部地域の話ではあるものの、こうした分かりやすい変化といったものも出ているわけです。こうした状況に伴って、ロシア国内においては、特にガソリンの輸出に関しては、当面の間輸出禁止措置が取られており、ロシア国内の充填を最優先としています。また、足りない部分については、隣国ベラルーシからの生成済みの燃料などを輸入するといった手なども取られています。石油が取れる国なのに、
国内でのガソリンが不足し、他の国から輸入しなければならない。これは明らかに収入面で減収、そしてお金を払わなければならないという二重の損失を生み出しています。一方で、ちょっとでも税収面を上げたいとした政策の一つが完全に失敗に終わっているというニュースも流れています。それがロシア国内で実施された観光税です。日本においても観光税どうするかといった話題はたびたび上がります。それは多くの国々から観光客がやってきて、それらの観光客に対応するための予算といったものをあてがうためにも、収入源といったものは確保するべきだという議論です。一方でロシアにおいて導入が図られた観光税は、そして海外から人がたくさんやってきてというような話が前提には存在しません。ただロシアが多くの税収を上げたいがために導入した制度なのです。それがなぜそのように断言できるかといえば、そもそも今ロシアにたくさん観光に行こうという人が世界中にたくさんいますかというその第一前提の話が今崩れているからです。旧ソ連連邦圏のある程度の国々においてはまだまだ人の交流はあるわけですが、じゃあだからといって世界中から観光客が来るかといえばそういったわけではありません。特にヨーロッパからロシアというこのルートについては以前はまだロシアにもほぼリゾート地はありましたから人が来ていたのですが、現在ではそれらについてもかなりの減少を見せています。そのために何が起こったかといえば、税金を集めるためのシステムを維持するお金と税収面を比べた場合において、徴収するための費用といったものの方が高くついている、完全に赤字状態になっているというのです。税収を上げるために作った制度が、かえって維持費の方が高くなるという赤字現象を生み出しているわけです。これはまさに愚策だと言えるでしょう。そしてロシアと他の国々との間における関係においても変化が起きています。例えばロシアは自国だけではウクライナに戦えなくなってしまったがために北朝鮮に応援を求めました。北朝鮮からは多くの砲弾や弾薬類、そして兵士たちがやってきました。これによって特にロシア南部クルスク州における戦いにおいて北朝鮮はかなりの数兵士を失ったとされています。現在でもなお砲弾類などについては定期的に輸送がされているとされており、これらについての取引は北朝鮮にとって重要な収入源となったとされています。では、それによって北朝鮮とロシアとの間における関係が強化されたのか、特に国民との間においては新たな問題を生み出すだけになっています。というのも、クルスク州の戦いにおいて北朝鮮兵たくさん亡くなったわけですが、これらの人々は北朝鮮国内では英雄として宣伝されました。しかし、北朝鮮の人たちにしてみれば、ロシアに連れて行かれた人たちは多くの人が死んでしまうんだというようなことが、一つはっきりとしたわけですから、英雄としていくら宣伝されたとしても、大量に死んでしまうようなところには行きたくないと考える人が非常に多く出ました。そのために、兵役逃れなどをしようとする人たちが増えたことから、北朝鮮軍としては、軍に入るその基準などを今以上に下げて、何としてでも軍隊としての維持を優先しようとしているのです。従来であれば身長が低すぎたり、もしくは裸眼の視力が低すぎる人などについては跳ねていたのですが、それらの人たちに対しても軍に入るようにと、より強力に徴兵するようになったという話が出ています。そしてちょっと気をつけなければならないなと思えるような動きもありました。日本はロシアとの関係上において現在でもなお緩やかな制裁を科しているところです。そしてウクライナに対しても人道支援などについては行っています。このような関係は決して現在のトランプ政権の意向に沿ったものではありません。なぜならばトランプ大統領はウクライナに対しての支援は全くの無駄であるとして大統領就任して以来軍事支援を大幅にカットし、ゼレンスキー大統領にも罵倒するようなことを何度となく行いました。さて、このような状況をまず認識してもらった後で、ロシアのプロパガンダメディアスプートニクの主張をちょっとご紹介しましょう。日本側から関係改善措置を取るべき。ザハロワ報道官。ロシア外務省のザハロワ報道官は、日本政府が自国世論ではなく、アメリカの圧力によってロ日関係を破壊したと指摘、正常な対話に戻すためには日本側の反ロシア路線放棄が必要で、ウクライナ情勢とロ日協力を結びつけるべきではないと呼びかけた。先ほども述べたようにアメリカの圧力でロシアに対して制裁をしているわけではありません。むしろトランプ大統領はウクライナに対する支援をやめてしまい、そして
ロシアとの関係正常化の方を優先すべきだぐらいの気持ちで常々発言をしています。日本国内においてロシアに対する反対感情が非常に強くあるのは、決してアメリカの圧力によって日本側の世論が歪められた結果ではありません。ロシアによるウクライナ侵略、そしてその侵略に伴って住民の虐殺や拷問、そういったものが蔓延したという事実はすでに日本国内でも知られています。残念ながらこの戦争の長期化に伴って関心の低下は起こっているものの、少なくともロシアが侵略国家であるということそれ自体は日本国民の多くで認識されている事実です。ただ、インターネット上ではこうした反ロシア感情を何としてでも逆転させようとする情報工作については定期的に行われています。例えば2022年における本格的な侵攻そのものについても、あれはあくまでもウクライナが NATO 入りすることを阻むための予防的な措置であったであるとか、ウクライナの首都キーウに向けての進軍も決してウクライナを滅ぼすためのものではなかった。さらにはウクライナ軍に撃退された首都攻防戦においても、我々は負けたわけではない。温情によって軍を転進させただけであるといったような話、さらには住民の虐殺についても、あれは捏造されたもので、全くのありえない話だといったように全否定するなど、ことごとく事実に異なる話など、積極的に展開するアカウントなどが、常々発生します。こうした情報工作は基本的には事実に基づかないものなのでご注意ください。さて最後に、ドイツのメルツ首相の動きを少しお伝えしておきましょう。ウクライナは EU 加盟といったものを目指しています。ただし、EU に加盟するためには、法律面について整備し、その法律がウクライナ国内で浸透し、実質的な効力を持つ必要があります。ですから、今はまだ目指しているという段階ですぐに加盟できるわけではありません。これに対してドイツのメルス首相は、準加盟扱いという枠組みを設けて、正式加盟の前の段階から EU 加盟に近い状態を作るべきではないかという提案を行ったというのです。正式加盟と準加盟とは全く異なるものです。特に正式加盟においては、全参加国がこれを承認しなければ加盟することはできません。現在構想されている準加盟というのは、理事会においては議決権を持って参加できる。しかし、EU の各機関においては議決権のない状態での参加にとどまる。また、EU からの補助金などについてもある程度の制約が課せられるものであり、決して全てを受け取れるわけではない。その他、安全保障面などにおいても、あくまでも準加盟は仲間内ですよという緩やかな対応であって、決して全力支援が約束されたわけではありません。まず最初の問題として、ウクライナの加盟にあたっては、法律面と汚職問題の払拭といったものが絶対必要とされています。これは法律を制定しただけではそれが国内に行き渡っていない状態であれば実質的に意味がないのであって、そのためにも法律をしっかりと EU 基準に沿ったものに整える。その法律が国内においてしっかりと機能し、汚職問題を払拭することが必要とされています。ただしこれは表向きのハードルであってもう一つの問題があります。それは EU の補助金の分配です。EU に加盟した場合においては様々な補助金があります。特に大きな予算が割り当てられている農業関連の補助金については、ウクライナが加盟した場合においては、大量にウクライナに割り当てられる可能性があります。なぜならば、従来の予算といったものは戦争を行っていない状態の平和な国々に分配されているものであり、一方、新たに加盟するウクライナが入ってきた場合においては、戦争で荒れた土地といったものもたくさんあるわけなので、より優先的に予算が割り当てられる可能性があるのです。これに伴って EU 加盟国様々なところにおいて予算が必ず削られてしまうという問題が発生します。ですから、完全に条件を満たしているのであれば仕方ないが、現状においていきなりウクライナを加盟させることは、自国に対する EU からの補助金が大幅に削られるという国が一つや二つではなく、複数国、それも結構あるというところから、今の状態での加盟はそもそもできないよというのが一般的な見方です。この問題に対してウクライナは EU からの補助金については加盟後においても複数年これを受け取らないということを最初の条件として提示し、EU からの補助金目当てではなく、あくまでも EU との一体化を目指した政治的な動きであるということを表明しています。このあたりの政治的な駆け引きについては、
まだまだ紆余曲折があるでしょう。また今回の準加盟という構想案についても、EU の加盟国全体においてまだ賛同を得ているわけではありません。しかし、今回のような動きが出ているということは、ドイツのウクライナ支援が非常に強力に行われているということの証明の一つです。少なくとも2022年段階においては、ドイツ側の外交官が、ウクライナはあと数日もすれば滅んでいる可能性もあるといったような非常に強烈なメッセージを発した国です。それが現在の政権交代下においては、ウクライナを強力に支援している国になったというこの変化そのものが、国際政治の変遷といったものを感じさせます。というわけで今回の動画はここまで。動画の最初の方で、プーチン大統領の中国訪問についての評価は必ずしも一つではないという話をしました。同様にしてウクライナの反撃についての評価もまた解説する人によって異なるのもまた事実です。特にロシア側に立っている人にしてみれば、ウクライナの反撃なんてまだまだ大したことのない。生成能力が 25%、30% 落ちたというようなことをいくら言われたとしても、いやいや 70% 残っているんだからまだ大多数は大丈夫だというふうにして、数値というものは見方によって評価が異なるものです。あなたは今回の話を聞かれて、どちらの話について重視するでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。動画を見終わったら評価ボタンのクリックをぜひともよろしくお願いします。そして、このチャンネルの活動を応援してくれる方は、スーパーチャットやメンバーシップへの加盟へぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。